ここが好きだよ日本人へようこそ。日本で行われるイベントといえば、どういったイベントを思い浮かべるでしょうか。お雛様のように日本独特の女の子限定のイベントがあったり、クリスマスやハロウィンのような世界共通のイベントもありますよね。そんな世界共通のイベントでも国によって内容が違うこともあるんです。今回は日本に来た外国人が驚き戸惑ってしまう日本独自に進化したイベントをお伝えします。こんにちは。私の名前はアンナ。ミラノ出身の20歳なの。私は大学のホームステイ制度を利用して日本に行くことにしたわ。なぜ日本かというと、高校生の頃日本について調べる授業があってね、そこで日本に興味を持つようになったからなの。先生に日本を調べなさいって言われた時は日本のことなんて全く知らなかったけど、日本には日本独特の文化がたくさんあることを知ったのよ。お寿司やすき焼きといった日本料理や、お城や神社とかミラノにはない変わった建物があるのよね。どれも見たことないものばかりでとても興味深かったわ。そんな中で私が一番興味を持ったのは畳や障子でできた和室だったわ。私の部屋と全く違う日本の構造で、日本人はここでどんな暮らしをしているんだろうって知りたくなったの。畳は薄い黄色で青っぽい枠がついていて、その色合いがとても美しくて素敵ね。障子は紙でできていて、強く触ると簡単に破れてしまうってインターネットに書いてあって驚いたわ。いろいろ日本を調べていくうちに、どんどん日本に行って本物を見てみたいって思うようになったの。その夢を叶えるために大学に入ってからは日本語の勉強も始めたわ。大学では日本語の話せる教授がいて教えてもらえることになったの。日本語ってイタリア語や英語とは全然違って、とても難しくて初めは全然わからなかったけど、教授に教えてもらって少しずつできるようになったわ。まだまだ片言だから日本で使えるかは不安なんだけどね。日本語を教えてもらっている時に、教授から大学に日本へのホームステイができる制度があると教えてもらったの。これだと思ったわ。日本へ旅行に行ったり留学をして大学の寮に入ることも考えたんだけど、やっぱりホームステイがいいと思ったの。だって私が一番気になっている和室を見て、そこでどういう風に生活しているかを知ることができるのはホームステイが一番いいんじゃないかって思ったからよ。それを大学の教授に話したら、現代の日本ではマンションに住んでいる人も多く、家に和室を持っていない家庭も増えているから期待しすぎないようにって言われたの。日本の家庭には必ず和室があると思っていたからショックだったわ。どうやったら和室のある家庭かない家庭かわかるんですかって聞いたんだけど、それは行ってみないとわからないって。もう祈るしかないってことよね。もちろんもしホストファミリーの家に和室がなくたって日本へのホームステイを楽しむつもりだったわ。だけどその時はひたすらホストファミリーの家に和室があることを祈っていたわ。冬、念願かなってホームステイで日本に行く日がやってきたわ。飛行場に着いたらホストファミリーのご夫婦と5歳の女の子が待っているから探すようにと言われていたの。なかなか見つけられずにいたら、アンナアンナと呼ぶ女の子の声が聞こえてきたわ。そちらの方を向くと20代の若い夫婦と5歳の女の子が立っていたわ。時間なのに私がなかなか来ないから、女の子が名前を大声で呼んでくれていたんだって。ホストファミリーに無事に会うことができて、
初めての日本で緊張していた糸が切れてほっとしたわ。どんなホストファミリーになるのか、怖い人や厳しい人だったら嫌だなと不安に思っていたから、優しそうな家族でとても嬉しかったわ。ご夫婦は車でお家まで送ってくれて、車の中では女の子がたくさん話しかけてくれたわ。女の子の名前はみなみといって、幼稚園に通っているんだって。日本語がわかるか不安だったけど、お父さんとお母さんは英語が堪能だったし、みなみはゆっくりとした簡単な日本語で話していたからわかりやすくて安心したわ。私も片言の日本語で話したら、みんなは一生懸命聞いてくれて、お母さんには上手ねって言ってもらえて、すごく嬉しかったの。このホストファミリーに出会えて本当に良かったわ。私が住むことになったお家は郊外にある一軒家だったわ。みなみに家の中を案内してもらうことになったの。家の中はとてもきれいに掃除されていてピカピカだったわ。最初はフローリングの部屋ばかりで、やっぱり和室はないんだなって諦めかけた時、みなみが一つの部屋のドアを開けたの。そしたら中は和室で、あまりの嬉しさに駆け寄ったら、ご夫婦もみなみも目を丸くして笑われてしまったわ。私が和室が好きだと説明すると、好きなだけ使っていいよって言ってくれたの。和室はすごく畳のいい匂いがして、畳はスベスベしていて、フローリングと違って座っても硬くないのね。障子はピンと紙が貼ってあって、触るのが怖かったわ。お父さんが和紙っていう紙が貼ってあって、優しく触れば大丈夫だよって教えてくれて、少しだけ触ってみたわ。和室の真ん中には見たことのない机が置いてあったの。机に布団がくっついていて不思議だったわ。みなみがその布団に足を入れて座っていたから、私も真似をしたら、机の中が暖かかったの。こたつっていう名前らしいわ。あまりにも気持ちよくて、気づいたら眠ってしまっていたの。お母さんに呼ばれて飛び起きたら、隣でみなみも眠っていたの。こたつに入ると気持ちよくてみんな眠ってしまうのよって笑いながら言われたわ。畳は長時間座ってもお尻が痛くならないし、こたつもあるとポカポカ暖かくて幸せな気持ちになるのね。それ以来、和室は私とみなみの休憩場所になったわ。いつも2人でお話しして、気づいたら2人で眠っていたのよ。日本の大学では友達が2人できて、すごく楽しい日々を過ごしていたわ。2人の名前はめぐみとかなこ。女3人で集まれば恋愛の話ばかりしていたわ。かなこは同じ大学に好きな子がいてね、いつもその子の話をしていたの。めぐみは社会人の彼氏がいて、大学生と社会人じゃなかなか時間が合わなくて、あんまり会えないみたいだったわ。実は私も大学に好きな人ができたの。一つ年上のたかし先輩。初めて日本の大学に来た時、周りは日本語ばかりで自分が行く教室が分からず迷ってしまったの。そんな時、英語で優しく声をかけてくれて、教室まで連れて行ってくれたのよ。話したのはその時だけだったんだけど、たまに大学で見かけると幸せな気持ちになったわ。2月に入ってめぐみとかなこがそわそわし始めたわ。不思議に思っていたら、13日に一緒にチョコレートを作らないと誘われたの。なぜチョコレートを作るのかわからず聞いてみたら、2月14日はバレンタインで、日本では女の子から男の子にチョコレートを渡すのよって教えてくれたわ。かなこは告白するって決めていたみたい。めぐみに、たかし先輩にチョコレート渡したらどうって言われたの。あまりにも信じられなくて、頭の中が真っ白になったわ。ミラノでもバレンタインはあったけど、
バレンタインは男の子が女の子にプレゼントしたりプロポーズをする日なのよ。私のミラノの友達はバレンタインには好きな男の子からプレゼントがもらえるかそわそわしていたわ。私のお母さんなんてバレンタインの日にお父さんからプロポーズされたらしいわ。私はそういうのに憧れていたから、女の子から男の子にプレゼントするなんておかしいと思ったの。私には恥ずかしくて絶対無理よ。たかし先輩に告白するつもりもないし、緊張して話すことなんてできないもの。なぜ女の子の方からなのかしら、理解できないわ。かなこやめぐみはワクワクしていたけど、私はそんな気分には全然なれなかった。それになんでチョコレートなのかしら。チョコレートよりバラの花束の方がロマンチックじゃない？でもバレンタインの計画を立てるめぐみとかなこがとても楽しそうな表情をしていたから、私も作ってみたいと思うようになったの。14日、作ったチョコレートを持ってくるようにめぐみとかなこに言われたから一応持ってきたんだけど、やっぱりたかし先輩に渡すなんて無理よ。するとかなこが泣きながら私とめぐみのところにやってきたわ。ずっと好きだった子にチョコレートを渡して告白したんだって。泣いてるからダメだったんだと思っていたら、なんと告白は成功して、その日から付き合うことになったらしいわ。かなこは本当に幸せそうに笑っててね、そんなかなこを見ていたら私まで嬉しくなっちゃったわ。そしたらめぐみに急に背中を押されたわ。近くにたかし先輩が通ったの。私は緊張して心臓が壊れそうだった。それでも思い切ってたかし先輩のところに走ってチョコレートを渡したわ。何も話せなかったけど、たかし先輩はありがとうって受け取ってくれたの。告白したわけではないけど、ずっと心臓がバクバクいっていたけど、涙が出るくらい嬉しかったわ。自分が思いを込めたチョコレートを受け取ってもらえたんだって分かったら、体中が温かくなってとても幸せな気持ちになったの。こんな気持ち初めてで感動したわ。しかもね、バレンタインの次の日からたかし先輩がよく話しかけてくれるようになったの。今まで見ているだけで精一杯だったのに、バレンタインに勇気を出して本当に良かったわ。バレンタインは日本の女の子にとって大イベントなのね。家に帰ったらみなみとお母さんがお父さんにチョコレートを渡していたの。みなみもお母さんもお父さんもみんな本当に幸せそうな顔をしていて、女の子から男の子にチョコレートを渡すバレンタインも素晴らしいのね。バレンタインは日本人の女性にとってとても大事な日。しかし世界ではバレンタインといえば男性から女性にプレゼントを渡すことが多く見られます。プレゼントもチョコレートではなくバラの花束やアクセサリーが定番なんだとか。日本でチョコレートを渡すのはチョコレート会社の宣伝が始まりだったと言われています。それでも日本の女の子はバレンタインが近くなると思いを込めてチョコレートを作りますよね。男性からプレゼントを贈るのもいいですが、外国人が日本に来た時は日本式のバレンタインで勇気を持って女性から男性にプレゼントしてみるのもいかがでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。